こんにちは。お元気ですか？今日は8月30日の土曜日ですね。明日で8月が終わりということは、今年も3分の2が終わっちゃうっていうことになりますね。早いですね。2025年も無事にここまでサバイブできたかなっていうような気がしております。最近ちょっと疲れ気味なんでね、今日とか明日とか少し休みを入れようかななんてちょっと思ったりとかしてますね。なんかね、ちょっとやっぱ疲れちゃってね、朝起きた時は回復してるので元気なんですけどもね、ちょっと最近午後になるともう疲れがダーッときちゃって、毎日ね夕方になるとスーパーに行くのを日課にしてるんですけれども、特に買い物がなくてもね、1回でも外に出ないとちょっと引きこもっちゃってメンタル的にも良くないので、一瞬でも外に出ようっていうことでね、夕方にスーパーに行くのが日課なんですけども、昨日とかはねもうなんかもうぐったりしちゃって外に出る気力が起きずに、スーパーにも行かなかったっていう感じでね、これは良くないと思ってね、ちょっと休みを入れようかななんて思ったりとかしてました。だから今日もね、午前中に1時間20分くらいちょっと仕事をして、ちょっとだんだん疲れてきたので、午後とかはねもう何にもしなくていいやみたいな気持ちで、逆にちょっとやりたいなっていう気分が起きたらやるとかね、そういうくらいでいいかなって思ったりとかしました。もしくはね夜にやればいいやっていうのもあるので、もしくは休みを入れるっていうのも大事なので、何もしなくてもいいかなっていうふうに思ったりとかしてました。ちょっとね最近結構自分で設定したタスクに追われてて、なんか周りのことが見えないっていうかね、勝手に一人で焦ってるってわけじゃないんですけど、なんていうか自分で自分の自分で自分という馬を乗りながら自分という馬のケツを叩いてるみたいな感じですね。一人二役っていうかね、そうなんかそんな感じでちょっと良くないぞと思って、結構このループに入ると周りが見えなくなってきてというかね、逆に脳死状態でただ自分で設定したタスクをやり続けてるだけなので、逆に怠惰だなって思ったりとかするので、だったらたまにねちょっと休みを入れて何もしないで一日小説を読み尽くすとかね、もしくはちょっとカフェに行くとか、ちょっと近隣まで出かけて、なんだったら何かちょっとお買い物をしてみるとかね、そういう自分の生活の決まりきったルーチンから離れる行動を少ししないと、なんか脳みそもね新しいところにアクセスしていかないというかね、アイディアというかね、いろいろ考えがどんどんミニマムになっていくみたいなね感じがするので、逆に休んだりとかちょっと違うことをするっていう、気分転換をするっていうのは、ちょっと脳みそを一旦掃除するっていう意味でも大事かなって思いましたね。ってなことで、ちょっとね休もうかななんて考えてた今日この頃な感じでございます。でなんかふと私定期的にふとぼーっとすると思うんですけど、あれなんで私生きてんのかなって思ったりとかするんですよ。でこのなんで生きてんのかなっていうのは別にネガティブな感情とかではなくて、そうだな、ノリで言ったらなんで空って青いのかなみたいな、そういう感じのノリで、あれなんで私生きてんのかなってなんか思ったりするんですよね、普通に。だから別にすごくなんかなんて言うんだろう、ベクトルが下に向いてる感じじゃなくて、なんていうのだからなんで私生きてるんだろうっていうような、すごいネガティブが積もり積もった上で出てくるやつじゃなくて、例えば自分の存在意義ってなんだろうとかそういうんじゃなくて、こんなに毎日辛いのにこのまま自分は生き続けなければならないのかとか、例えば私みたいな価値のない人間がなぜ生まれてきたんだろうとか、もしくはなんかもう自分って本当にもうクソだなみたいななんていうかもう
一層自分はただのうんこ製造機だなみたいな、ただ生きてなんかそれを製造してるだけみたいな、そういうネガティブな意味でのなんで私って生きてんのかなじゃなくて、なんで空って青いのかなっていうノリでのなんで私って生きてんのかなっていうのがたまに定期的にこう思うんですよね。で、特にね哲学的に何かを考えるとかじゃなくて、単純にただそう思っただけなんで、どうでもいいかってすぐ思うんですよね。そんなんぶっちゃけどうでもよくって、寿命が明日尽きるか分かんないけど、明日尽きるか分かんないし50年後か分かんないけど、大事なのは1個でも多く美味しいプリンとかを食べるとかね、それが多分こう真理というかね、私なりのなんか少しでも美味しいコーヒー、美味しい一杯を入れてそれを飲むとかね、そういうのが大事かなっていう感じですね。だから小説を読んですげえやっぱこの本面白いわって思うのとかももちろんそれだし、最近の漫画を読んで、これが令和の漫画家の作品ってこういう感じなんだな今の時代ってとか、そういうのをしみじみ思いながらこうその令和の世界観も楽しむとかね、そういうのも面白かったりしますね。あとは人間とこう交流することによる何か、やっぱ人間がなんやかんやで面白いっちゃ面白いですね。その反面今の私みたいにぼっちを貫き通している期間を数年設けているっていうのもある意味なかなかできる経験ではないので、ちょっとおもれなっていう風な気持ちはございますどうでもいいんだけど、そんなことを思ったりしてました。今日はこの後もねちょっと小説とかをねもうじっくり読んだりとかしてゴロゴロしちゃおうかななんて思ったりしております。この前の動画でも言ったりしてましたけど、今ね自分が持ってる本の商い正伝金と銀っていうねシリーズものの小説をね読み直してるところなんですよね。全巻で13冊あるんですけどね、そんなにちょっとなんていうのかな、時間が空いた時にパパッと読んでるっていう感じで、そんなにすごい時間を割いてるつもりはないんですけれども、それでもね結構読みやすいっていうのもあって、もう 5巻目くらいまで行ってますね。1日1冊はさすがに読んでないですけども、でもなんかサクサクサクって読めちゃうんで、1日6、7割分くらい1冊の中の6、7割分くらいは読めちゃってるかなって思いますね。題名から分かるように、時代小説なんですけどもね、時代小説の中でもねどっちかっていうと読みやすい感じの時代小説でですね、この高田薫さんっていう作者の方、私が好きな小説家さんのうちの一人なんですけども、なんかすごく面白いし、多分その資料とか調べるのも大変だったろうなとか思うんですけど、すごく小難しい表現とかそういう内容とかは入れずに、でもプロットがしっかりしていて、なんかねとっても上手に書かれるんですよね。文章とかもね、もともと漫画家さんだったっていう経歴もある方なので、ちょっとその漫画は私読んだことないんですけども、高田薫さんの、だからそういう意味でもねすごく表現の幅とかが結構3D というかね、なんていうかすごく上手な方で読みやすいのかななんて思ったりとかしてました。だからねそんな感じで今時代小説を読んでるんですけれども、読んでるとねやっぱ今の現代を生きてる自分と、そのいわゆる江戸時代ですよね。江戸時代とかそういう時代のこの生活を思うとね、どの時代小説読んでてもそうなんですけども、人間がコロコロ死ぬよねって思うんですよね。コロコロっていうか日常の中で死んでしまうっていうのは当たり前で、その病気
とかかかったらもう自分の免疫でどうにか回復する以外は死ぬのが当たり前なんですよね。もちろん感染症みたいなね、今でいう今の現代ではコロナがいろいろ話題になってますけれども、昔だったら、放送とかね、あとコレラとかね、昔はコロリと死んじゃうからコロリっていう風に俗称で呼ばれてたりとか、そういうのはよくいろんな本とかでも見ますよね。そういうのとか、そういう細菌とかウイルス系のこのものじゃなくてもなんて言うんだろう、例えば今では盲腸とかね、あとは例えば胆石とか、もしくは尿路結石とかね、あとは女性だったら婦人科病とか、あとは普通の風邪をこじらして肺炎とか、いろいろあると思うんですけれども、現代だったらお医者さんにかかったら別にね、ちょっと抗生物質もらったりとか、もしくは簡単な処置とか、簡単ななんていうんだ、手術って言ってもね、内視鏡手術とかで回復手術、お腹を開けるような手術じゃなくてもちょっと簡単なもう日帰りできちゃうような手術とかもあるわけで、そういうので、すぐ治っちゃうとかね、そういうような病気とかでも、昔はね本当にその医療がね西洋医療じゃないわけですよね。だからなんていうんだろう、この病名とかもね、今だったら例えばこの盲腸とかね、なんだろう、なんとか炎とかなんとか病とかいろいろ病名がついてて、その原因とか内臓がどうなってるとか、そういうのは解明できて、その悪くなってるのをちゃんと理解できた上でこの処置がなされるわけだけれども、昔の江戸時代とかは例えば下腹部が痛いとか、腹が痛い、だからなんだろうな、例えば今読んでる小説とかでも最初の方で出てきたのは、下腹部痛ですごい痛いのがわーってくるっていうのを、今の時代だったらなんでその下腹部の部分が痛いのか、何の内臓がどういう影響でそうなってるのかとか、例えばヘルニア脱腸とか、もしくは大腸の中の何かとか炎症とか盲腸とか、もしくは泌尿器系の何かとかね、いろいろあると思うんですけど、場合によっては寄生虫とかそういうのもあるかもしれないですよね。だからそういう下腹部の痛みっていうのをもう江戸時代とかだとそういう病名を一括りにして戦気って呼んだりとかしてて、だからその下腹部が痛いだけでその原因何なんだよみたいなね。ただ当時は解剖学っていうのがまだないわけじゃないですか。内臓がどうなっててみたいな。だからこういう症状の時はこうだとか、そのお医者さんがね、こういう症状の前後に何があったか、何を食べたか、どんな生活をしてたかとか、そういう事例を聞いて、おそらく今までの前例とかによってこの時はこういう対処をするみたいなね、そういうんだったと思うんですよね。だから内臓を覗けるわけじゃないけど、こういう症状の時はこうだみたいな、これまでの前例をもとに対処をしてるっていうだけなので、もうね治療方法が結構ないとかありますよね。だからいろいろ読み進めてて、この人が病気というかね、体調を悪くした時のこの症状とか診断とかがね、なんていうかよく聞くのが差し込みが起こるとかっていうじゃないですか。差し込みって時代小説読んでると結構よく聞くんですけど、だから急激にお腹がクッとわかんない、痛くなったような、差し込むような痛さっていう意味で差し込みっていう語源なんですかね、わかんないけど、それも腹痛の一種で、何々さんが差し込みを起こしてとかね、そういうセリフがあったりとかするんですけども、定期的に差し込みを起こすとかね、だから定期的に腹が痛むとかね、そういうのが何の病気かっていうのがはっきりしないんですよね。でこのお医者さんが診察とかしても、
真の像が弱ってるからとか結構聞きますよね、時代小説だと。真の像が弱ってるってあまりにもふわっとしてますよね。それって心臓病なのどうなの何なのみたいな。でそのうちむくみが起こるとかね。でも大体こういう症状の時はこうなってて、このむくみがこう起こってきたらこうでとか、あと腹水が溜まってこうお腹が膨れてしまうとかね、そういうのとかも結構聞きますけれども、だからなんだろうね、本当こういろいろ読んでると、解剖学がない上でのこの外から見た症状とか触診とか音とか触った感じとかで全部診察してるからめっちゃ大変だよなみたいな。だから助かるのは免疫、その人自身の免疫の力とあとはその免疫を助けるためのそのお医者さんとかが今までの経験上からこういう時はこうっていう対処をしてるっていう、それだけのあれでこう現代医療みたいなね、お腹を開いて直接その悪い部分を取るとか、そこに直接こう何かこう処置を施すとか、直接そのウイルスを殺すための抗生物質とか何かの薬を入れるとか、そういう直接的な処置ではないんだよねってこう読んでて思ったりとかするんですよね。だから本当にそういう病気に運悪くかかったらもう若くってもなくなるんですよ。しょうがないんですよ。運が悪いんですよ。だからそれがすごい健康で元気で動いてた人だってそういうのにはなるわけですよね。だって例えばめちゃめちゃ元気な17歳の高校球児とかが盲腸になりましたとかね、腹膜炎ね、盲腸になりましたとか言ってもだからこうその手術とかをせずに急性の盲腸でもう手術しないとっていう状態の場合ね、急性とかじゃなくてこう早めに処置してたら薬とかでも治ったりはすると思うんだけど、もうそういう状態になって腹膜炎とかになってて、もうそこの部分がちょっと腐ってとかそういうレベルだったらもうその人の個人の免疫でどうにか頑張れとかそういう問題じゃないじゃないですか。その17歳の高校球児の健康な免疫力高い人だって亡くなっちゃうわけで、だから本当に昔はこう死が間近にあってコロッと誰かが亡くなっちゃうなんて本当に当たり前だったよねってこう思ったりとかするんですよね。なんかこうその病気でもそうだし、あとは治安的にも絶対今の現代よりも治安悪いじゃないですか。こう道とか歩いててこう辻斬りにあったとかよく言うじゃないですか。こうなんていうのこうだから強盗ですよね。だからこう辻斬りにあってこうそれで強盗が目的じゃない場合もあるとは思うんですけども、なんかでこう殺されるっていうのはこう結構日常的にあるわけですよね。あとは敵討ちとかもね普通に法令で定められてますからね。敵討ちとかしても OK だし、なんかだから結構物騒ですよね。そんな感じで結構すぐこうね、なんか死がもう日常にすごい近くにあったんだなっていうのは思いますね。だから恐ろしいっていうのもあるのかもしれないけれども、ただね日常にそんなにあるってことはおそらく私がもし江戸時代に生きていたなら死ぬということ自体はそんなに恐れなかったと思います。死に至るその事象じゃなくてその原因というかね、例えば人から辻斬りにあってこう毛さ切りに切られてこう死んでしまうとかね、あとはこう病気にかかってこう闘病虚しく死んでしまうとかね、そういう病の苦しみとか怪我を負った時の痛みとかそういうのは怖いなとは思いますけども、死ぬこと自体は、ある意味生きてることもちょっと博打みたいな気持ちで生きてるような気がするので、
命がこう消えるということ自体はそんなに怖くないんじゃないかなっていうふうに思ったりはしますね。っていうことを思ったりとかしてましたね。だからただ現代で良かったなって思うのは、分かりやすく盲腸とかだったらね、現代だったら例えば病院行ったり救急車に運ばれたりとかして、そこで処置をしてもらって、盲腸でも病気でもその苦しみはね、病院に行ったことによってとりあえず取ってもらえることはありますよね。現代では麻酔っていうのもありますし、そうやって処置をしてもらえるので、苦しんでそのまま衰弱して亡くなってしまうっていうのはね、例えばこう何日も苦しんでとか亡くなるっていうことはなくなったので、その苦しみによる対処がない江戸時代とか、そういうのはちょっと怖いなっていうふうに思うんですけども、その反面ね、今の現代とかだと逆にこの西洋医療、西洋医療っていうか医療のおかげでこう生きながらえることはできるんだけれども、その治療によって命を延ばすことにより、その闘病の苦しみっていう時間が増えてしまうっていう、その怖さっていうのはあるなって思いました。怖さっていうかね、そのきつさ、昔だったらね3日ぐらいで亡くなってたようなことも、それがもう数ヶ月にわたって闘病するとかね、もちろんねその治療をある程度本人もね選べるとかね、そういうのはいろいろあるとは思うんですけれども、そういう生きながらえるというかね、闘病期間が長くなった辛さっていうのもね逆にあるのかもしれないななんて思ったりしましたね。とにかくね、昔だったら大変だっていうことが今では別にみたいな病気になったりすると同時に、新しい感染症のウイルスとかはどんどん出てきたりとかねするなっていうのはありますよね。分かりやすいのは結核とかですよね。結核とかって昔は不治の病って呼ばれてたりするわけじゃないですか。それが今ではね結核で亡くなる人はいないっていうかね、いないって言ったら語弊があるのかな。基本的に結核ってそもそも聞かないですよね今の時代。私結核になってしまったんですとか、あれですよね、結核ってもう赤ちゃんの時に普通ワクチン打ちますよね。 B なんとか BCC BCG かなのワクチンを打ったりとかするので、あれって全員打ってんのかな、ちょっと分かんないですけど、とにかく自分がね赤子の時に打たれてるはずなので、つまりみんな赤ちゃんの時に打っちゃうから、もう物心ついた時にはねその結核とかはかからない世界というかねになってるっていうことだと思うんですよね。そんな感じで、なんていうか最近時代小説を読んでたらね、昔の人は病気でコロッとどんどん死ぬなーなんて思ったりとかして、だから病気にかかっちゃったらね本当若い人でも亡くなっちゃうし、でそのお医者さんの対応がねやっぱりこう解剖学がない時代だなっていうのをねすごくこう感じるんですよね。その対処がね、この薬を煎じたりとかね、煎じるのはまた薬剤師とかそういうのがまた別にいたりとかはするんですけれども、ほとんど薬学とかで治してた感じなのかな。だって解剖学ないんですもんね。いわゆるこう外国から入ってきたわけですもんね、解剖学って。よく江戸時代というか時代小説とかでもよく蘭学を学びに長崎に行くとかね、かなりよく出てきますよね、そういうエピソードとかも。だからつまり蘭学をこの長崎の方にオランダ人とかオランダのそういう医学とかを学ぶために
東洋医学を学ぶために長崎に行って、長崎帰りの何々とかね言いますよね、医者とかでね。そういうところでいろいろこう変わってったのかなみたいな、その解剖学の知識っていうのもねない状態から一部蘭学を学んだ医者がいるっていう時代がちらほら出てきて、そのうちにこの解剖学っていうのがこう一般的にありましたよね、社会の授業で。解剖学解体新書か解体新書とかを解体新書とかを日本でもこうあれってこうトレースしたんだっけ、オランダかなんかのやつを写したのかな。全然違ってたらすいません。誰だっけ、杉田玄白だっけとか、いいや、そんな感じでそんな感じですねっていう。だから江戸時代に生きてたら病気になったら大変だなっていう感じだね。私もここまで大きい病気はしてこないですけども、若い頃は生理痛に悩んだっていうのもあって、生理痛で救急車2回呼ばれちゃったりとかしてますので、結構苦しい生理痛だったんですけど、これがねよく若い頃はねこう生理痛の薬がある時代に生まれててよかったなんて思ってましたけど、今思うともしかしたら私は江戸時代に生まれてたら生理痛なかったかもしれないなって思ったりとかするんですよ。最近こう年齢が上がって生理痛があまり少なくなったっていうのもあるかもしれないけど、こう長年いろいろ自分で試してきた結果、結構乳製品の摂取が生理痛に関わってる可能性があるなっていうのが結構ね、私の場合はそれかなりパーセンテージを占めてるような気がしたので、ここ数年の結論として。そうだから、江戸時代とかね乳製品とか基本的には食べないじゃないですか、ないじゃないですか。なのであの頃の食生活っていう体型で生まれてたら生理痛自体私そんななかったかもなって思ったりとかしました。そんな感じで時代小説っていろんな観点から面白いなって思ったりとかするんですけど、今読んでるね商い正伝金と銀もねだんだん巻が進むにつれてどんどん面白くなっていくんでね、もう一度っていうか2度ぐらい読んでるんでストーリー知ってるはずなんですけども、やっぱり大まかなストーリーしか覚えてないから全然ね読み進めててね新鮮にストーリーを楽しめますね。面白い本っていうのはやっぱ面白いし、本当作者の人を尊敬するなっていうふうに思いました。ということでそんな感じですね。それではまた。